ゴータマ・ブッダがいた頃、2500年前のインドでは、バラモン教とジャイナ教、2つの宗教が信仰されていました。バラモン教はインドのカースト制、最上位のバラモンだけが祭事を行うことができるものです。その当時、修行者はジャイナ教が多かったです。修行は禅行と苦行があり、ゴータマ・シッダルタはその当時評判の禅行の達人アーラーラ・カーラーマ仙人に弟子入りすることにしました。ブッダ6、禅行を極める。ゴータマはアーラーラ仙人に言いました。私は死の恐怖に取りつかれ、それゆえ生きることも怖く、病気になることも恐れています。その苦しみから解放されたいと思って出家生活をしています。仙人は言いました。そなたも他の弟子と同じようにこの僧院に入りなさい。そうすればわしと同じ安らぎの境地に達するであろう。わしのことを禅定の達人という者がいる。呼吸に気をつけて段階を踏んでいけばそなたもできる。アーラーラ仙人は無所有所という境地に達する精神統一法をゴータマに教えてくれました。無所有所とは無念無想、無の境地という意味です。その当時、ジャイナ教のバラモンたちは無所有の境地を目指していました。何も持たない、何の想念もない悟りの境地、無の境地に至れば、死の恐怖もあらゆる苦しみも消えるという。それは普通の人にはなかなか到達できないレベルです。300人の弟子の中で1000人と同じ境地に達した弟子はまだ一人もいませんでした。そして弟子たちは1000人を特別視していました。私も1000人と同じように思念し続け、精神統一すればいいのだ。何もあらあら1000人だけが思念し続けられるというものでもない。あらあら1000人が達したならば、私もその無の境地に達することができるのではないか。ゴータマはあらあら1000人を特別視せず修行に励みました。思考が消滅しました。無念無想の領域に達したとき、ゴータマはこれはまぐれかと思いました。そのうち何度か無の境地に達することが自分で分かったので、あらあら1000人に言うことにしました。お尋ねしたいことがあります。死の達せられた境地、無所有所、無の境地はどういうものでしょうか。そしてそれはどういう感じがするのかお話しください。1000人は言いました。無所有はこの世において自分が所有しているものはないということだよ。思考のない境地を経験すると合衆から解き放たれる。合衆とは物、金、人間、水、食べ物、あらゆるものへの執着、人間の苦しみのもとだ。人間は頭の中で執着したりありもしないことを思い込んだりするゴミ思考だらけだ。禅定で心を縮め呼吸を整え頭の思考を駆け巡るのをやめさせる。思いが消えたら合衆も消えるのだ。ゴータマは言いました。死よ、私も昨今思いのない境地を体験いたしました。その時心が清らかで安らかで所有の心がなくなっていました。1000人は驚きました。何ということだ。わしが長年取り組んでやっとたどり着いたのに、この若者はこんな短期間で。君は禅定の天才だ。この教団にとどまり、わしと共に弟子たちの指導をしてくれまいか。私は研鑽を重ねて修練したいことがあるので、ここにとどまることはできません。ゴータマはあらあら1000人のもとを去りました。ゴータマはインド全域に評判が広まっているウッタカ仙人のところに来ました。
ウッタカ仙人はアーラーラ仙人の禅情をさらに進化させた非相非非相情という禅情を行っています。ゴータマはウッタカ仙人に弟子入りを頼みました。君も悩みが多いのかい。よし、弟子入りするがよい。うちは700人の大所帯だよ。ウッタカ仙人の非相非非相情の禅情とは、思いがあるのでもない、思いがないのでもないという境地です。ゴータマは考えました。アーラーラ仙人のところでは思考が消えて苦しみが消えるという話でした。ウッタカ仙人のところでは思考があるんでもない、ないのでもない。ならば思考にこだわらないということだな。私には私の集中力があり、私が精神統一をして精進し、ありったけの思念を駆使すればよい。ゴータマはすぐに、思いがあるのでもない、同時に思いがないのでもないという境地に達しました。ゴータマはウッタカ仙人に言いました。実は私は数日前から禅情の瞑想中不思議な感覚がします。それはどんなものかね。はい。瞑想中何の思いもしなくなって、かといって思いがないというのでもなく、まぐれかもしれないと思っていたら、ここ数日って起こるので、ウッタカ先生にお尋ねしようと思ったのです。ウッタカ仙人は驚きました。ゴータマ君、実に素晴らしい。それこそ非相非非相情の狂気だよ。私が長年かけてやっとたどり着いた境地に、弟子の誰一人まだたどり着いていないのに、君は短期間で到達した禅情の天才だ。ゴータマ先生、これからはここで私と共に700人の弟子の指導をしてくれたまえ。私はまだ他に修行したいことがありますので、ここにとどまって教えるわけにはいきません。それは残念です。ちなみにここの次の修行とは何かね。はい、苦行です。苦行だと。はい、座って到達する禅情の境地とどれほど違うか体験してみたいと思います。健闘を祈る。ゴータマがウッタカ仙人のところを出て行こうとすると、後ろから声がしました。王子様、私どももお供いたします。王子様なんて久しぶりに呼ばれたなぁと思いながら振り向くと、ゴータマの目に映ったものは、続きは次回、チャンネルドアノブがお送りしました。